なぜそんな目で私を見る。この国の、いや、ヨーロッパの未来を私は命がけで切り開いたんだぞ。頼む、やめてくれ。彼らと同じ目で私を見ないでくれ。私はクリストファー・コロンブス。ジェノバにある賑やかな町で生まれた。父は羊毛職人で小さな商売を営んでいた。母は家を守り家族を支えてくれた。弟のバルトロメとはとても仲が良かったんだ。父の仕事を手伝いながらも私の心はいつも海にあった。船乗りたちの話を夢中になって聞いた。異国の地の名前、見たこともない生き物の話。興奮しすぎて眠れない日もあった。15歳になる頃、私は船乗りとして働き始めた。波の揺れ、風の音、夜空に輝く星々に私はどんどん魅了されていった。その頃から私はこの果てしない海の向こう側を自分の目で確かめたいと思うようになったんだ。航海にとって最も恐ろしいもの、それは嵐と海賊だ。1476年、私は25歳になっていた。私たちが乗っていた商船団はイングランドへ向かっていた。そして静かな夜の暗闇に紛れ、奴らは突然現れた。フランスの狩猟船、いわゆる海賊だ。私たちは一方的に攻撃された。船団は炎に包まれ、あっけなく沈んだ。命からがら脱出した私は真っ黒な海を死に物狂いで泳いだ。獰猛なサメにいつ襲われてもおかしくない中、とにかく泳ぎ続けた。10キロほど泳いだだろうか。私は運よくポルトガルのラゴスという港町にたどり着き、漁師に保護された。その時私は決意したんだ。人生はいつ終わるかわからない。俺が新しい航路を見つけてやる。安全に貿易ができるように。そしていつか必ずインディアスの先にある黄金の国、ジパングにたどり着いてみせる。すっかり回復した私はポルトガルの大きな町リスボンへ向かうことにした。リスボンは故郷のジェノバと交流が盛んだったから顔なじみが多かったんだ。そして何より弟のバルトロメもここで働いていた。弟は立派な地図職人になっていて実績も残していた。だから私には弟の力が不可欠だった。まずはインディアスへの航路を開く。私たちは寝る間も惜しんで計画を立てた。当時地球は平面ではなく球体だという説が固まりつつあった。そして世界には3つの大陸しかないと考えられていたんだ。ヨーロッパ、アフリカ、インディアスがあるアジア大陸だから私は西へ向かえば地球を半周してインディアスがあるアジア大陸に突き当たると思ったんだ。さあ、あとは資金さえ集めればいよいよ冒険に出られるぞ。航海には莫大な資金が必要だ。当然私にはそんなお金はない。さてどうしたものか。その頃私はある美しい女性と知り合った。名はフェリパ、貴族の娘だった。彼女は私の途方もない夢の話をとても真剣に聞いてくれたんだ。
私たちは互いに惹かれ合い結婚した。そして男の子を授かった。いずれ冒険を共にすることになるディエゴだ。幸せな家庭とは裏腹に資金の調達は難航していた。そこで私は最後の賭けに出た。こうなったら国にお金を出してもらおう。貴族であるフェリパのつてもあり、私は王への謁見を許された。ここぞとばかりに計画をアピールした。けれど王は気が進まないようだった。当時ポルトガルはアフリカを経由するルートを重要視していたからね。私は何度も何度も王室に足を運んだ。それでも王の気持ちを変えることはできなかった。やるだけのことはやった。だがこんなことで夢を諦めるわけにはいかないんだ。愛する妻はいつでも私を支えてくれた。私の夢に文句も言わずに付き合ってくれたんだ。そんな彼女が重い病にかかり、助かる見込みがないと告知された。フェリパ、君を私の夢に巻き込んでしまった。苦労をかけてすまない。夢を語るあなたは好きでした。その夢を絶対に諦めないでください。約束よ。フェリパは天に召された。ひとしきり悲しみに暮れた後、私はポルトガルを離れる決意をした。絶対に諦めてなるものか。私はスペインに向かった。スペインには来たものの、お金は底をつき、私たち親子は途方に暮れていた。そんなある日、私はすがる思いで修道院を訪ねた。そこで私は確かに神の存在を感じた。彼はペレス神父。食事を恵んでくれただけでなく、私の計画を真剣に聞いてくれた。さらになんと彼は支援を申し出てくれたんだ。驚いたよ。神父はたくさんの有力者を私に紹介してくれた。その中の一人、貴族のメリナ・セリ公は資金援助だけでなく国王に宛てた推薦状まで書いてくれたんだ。こうして私の夢は皮一枚でつながった。このままディエゴを植えさせていたらフェリパに合わせる顔がなかったよ。やってやるぞ。待っていろよ、王様たち。当時スペインはイサベル一世とフェルナンド二世が治めていた。私は最大限の情熱を込めて計画を伝えた。この航海が成功すれば新たな貿易が開かれ、スペインに莫大な利益がもたらされる。あの高級な胡椒でさえもインディアスでは安価で大量に入手できる。そして私たちの信仰を広めるきっかけになることも付け加えた。王たちは熱心なカトリックだったから好感触だったよ。私の計画は審議にかけられることとなった。あれから3年、いつまで待ってもいい返事は来ない。スペインは戦争の真っ最中だったからそれどころではなかったんだ。計画が承認されないままさらに4年の月日が流れた。私のことなどもうとっくに忘れられているんだ。これ以上は待っていられない。フランスに掛け合おう。その時だった。私は女王に呼び出された。ついに戦争が終わったんだ。長い間待たせてしまったわね。反対派は私が説得しました。あなたの計画を全面的にサポートします。期待しています。
女王は私のことを忘れてはいなかった。必ずインディアスにたどり着いてみせます。フェリパ、ようやく君との約束を果たせそうだよ。1492年8月3日、夢を抱いてから16年、気づいたら私は41歳になっていた。私たちはサンタマリア号をはじめ3隻の船団で出港した。見込みでは1ヶ月程度でインディアスに到着できるはずだった。ところが1ヶ月以上経っても島影すら見えない。どういうことだ。方角は間違っていないはず。私たちは重大な間違いに気づいていなかった。地球は思っていたよりもずっと大きかったんだ。水も食料もあとわずかだった。船員の士気は日に日に下がり、不安や不満、恐怖から引き返すべきだという声が上がっていた。このままでは必ず反乱が起きる。まずいぞ。私は皆にこう告げた。あと3日、あと3日だけ我慢してくれ。それで陸地が見つからなければ引き返そう。そして景色は変わることなく約束の3日目が終わろうとしていた。私の夢は終わった。もう二度とチャンスはないだろう。その時だった。何か見えるぞ。幻ではなかった。遠く離れていても懐かしい土の匂いがした。ついにやったんだ。バルトロメ、フェリパ、私たちの夢が叶ったんだ。Just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. No matter how your confidence may fall, I'll be here as your foundation. And I say, hey, yo, just let it go. Your struggles won't remain. And I say, hey, yo, we're holding hope and wake up yesterday. So hold on to me. Hold on to me. Hold on. Hold on to me. 最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをお願いいたします。それではまた別の歴史でお会いしましょう。